こんにちは、ルイカと申します。今回は、プルダウンリストのこの三角を常に表示しているように見せる方法をご紹介いたします。入力規則でリストを指定すると、このように下三角のボタンが表示され、リストの中から選択できるようになるので便利ですね。便利なプルダウンリストですが、対象のセルが選択されていないと、下三角は表示されませんので、このように、いろいろな入力項目がある場合、どれがプルダウンでどれが直接入力かは、見ただけではわかりません。セルを選択すれば表示されるので、不便というほどではありませんが、値を入力するつもりでセルを選択したら、プルダウンリストだった。逆に、リストから選択だと思ったら、入力しなければならなかった。ということに、若干ストレスを感じる方もいらっしゃるかもしれません。ということで、今回は、プルダウンリストの三角が常に表示されているように見せる方法を3つご紹介いたします。最初に申し上げますと、実際にプルダウンの三角ボタンを常に表示させる方法はございません。あくまで、ボタンが表示されているように見せかける方法になります。あまりスマートなやり方ではない部分もありますが、もしかしたら、下三角を常に表示させてほしい、と、依頼されることがあるかもしれませんので、ぜひ一度ご覧ください。あと、こちらのリストですが、ドロップダウンリストが正式名称かもしれませんが、最近は、プルダウンリストと呼ばれることも多いようですので、プルダウンリストという名前で呼びますね。まず最初のやり方ですが、アクティブ X コントロールを使う方法です。これは、以前からある方法ですので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。シート上に、プルダウンのようなオブジェクトを表示させて、その内容をセルと連動させる方法です。オブジェクトは開発タブから表示させますが、初期状態では開発タブが表示されていません。開発タブは、ファイル、オプション、リボンのユーザー設定で、こちらの開発にチェックをつけると表示されます。開発タブが表示されましたら、この挿入、アクティブ X コントロールの方のコンボボックスを選択して、シート上に適当な大きさで作成します。アクティブ X では、コンボボックスという名前ですね。作成しましたら設定をしていきます。コンボボックスを右クリックして、プロパティ、もし右クリックしても入力状態になってしまう場合は、こちらのデザインモードをオンにしてから行ってください。たくさんの英語が出てきましたが、大丈夫です。設定するのは2箇所だけです。1つ目は、こちらのリンクドセルです。これは、コンボボックスの内容と指定したセルの内容をリンクさせる設定です。クリックしてのセル指定ができませんので、直接セル番地を入力しましょう。こうしますと、コンボボックスに入力された値がセルにも表示され、逆に、セルに入力した値がコンボボックスにも表示されます。もう一つの設定は、今設定したリンクドセルの一つ下にある、リストフィルレンジです。これは、コンボボックスのリストに表示させる、セル範囲の指定になります。この範囲を指定しますが、やはりマウスでの指定はできませんので、セル範囲を直接入力しておきましょう。先頭のセル、コロン、最後のセルです。デザインモードを終了して、コンボボックスの三角をクリックしますと、今指定した範囲がリストとして表示されます。そして、リストから値を選択すると、先ほど設定した、リンクされたセルも同じ値になります。設定は終わりましたので、あとは、このコンボボックスを、リンクされたセルの上にかぶせます。デザインモードにして、リンクされたセルの上に移動、大きさも頑張って合わせます。完成しました。これで、下三角が常に表示されている、プルダウン風のものができました。コンボボックスで隠れて見えていませんが、リストから選択すると、セルの値も同じになっています。一応これで、下三角のボタンを常に表示するという目的は達成していますが、この方法ですと、実際のセルがクリックで選択できない。逆にコンボボックスはクリックしないと選択できない。英語がたくさんある複雑そうなものを使わなければならない。これだけセルでないのは違和感がある。など、いろいろデメリットもあります。それらが特に気にならないという場合は、このやり方でできますので、お試しくださいね。2つ目のやり方です。
これはリンクを使う方法ですが、まずは普通に入力規則でプルダウンにします。できました。セルを選択すると、下三角のボタンが表示されますね。この下三角ボタンが表示された状態のまま、ボタンのスクリーンショットを撮ります。やり方は、Windows キーと Shift キーを押しながら S ボタンです。下三角ボタンのあたりを選択すると、その部分がクリップボードにコピーされます。そのまま Excel で貼り付けますと、ボタンが画像として貼り付けられます。なるべくボタンだけの画像にしたいので、トリミングでギリギリまで詰めます。画像ができましたら、対象のセルを選択して、プルダウンのボタンが表示されている状態で、画像の方のボタンを移動して、プルダウンのボタンと同じ位置に置きます。そして、他のセルをクリックして画像のボタンだけにしましたら、画像を右クリック、リンク、このドキュメント内、このセル参照のところに、対象のセルを直接入力します。これで完成です。このボタンをクリックしますとセルが選択され、もう一度クリックするとリストが表示されます。最初に表示されているボタンは、指定したセルを選択するだけのリンクの画像です。そして、セルが選択されますと、本来のプルダウンとしてのボタンが表示されます。この時、プルダウンのボタンは画像などのオブジェクトより前面に表示されますので、次にクリックするのは本来のプルダウンのボタンになるという仕組みです。プルダウンの下三角を常に表示したいという要望はおそらくこのような見た目だと思われますし、最初の ActiveX コントロールを使うのに比べれば、使っている技術は画像にセルのリンクを設定するだけととても簡単なものになります。Excel にあまり詳しくない方でもできると思いますので、お試しください。ただ、このやり方の問題は2回クリックしなければならないことです。元々のプルダウンもセルを選択してからボタンをクリックしているので、2回クリックしてはいるのですが、やはりこの見た目で表示されている以上、ボタンをクリックしたらリストが出てほしいものです。ということで、それを解消したのが最後の方法です。なるべくたくさんの方に使っていただきたいので、標準的な機能でできる方法を考えたのですが、無理でした。VBA を使います。VBA を使うには、というところからお話しすると、とても長くなってしまいますので、VBA は使える前提でお話しいたします。プルダウンのリストですが、セルを選択した後、下三角ボタンを押すと表示されますが、ボタン以外にも、Alt キーを押しながら、下矢印でも表示することができます。ということは、対象のセルを選択して、Alt と下矢印を押すプログラムができれば、同様のことができます。ということで、そのプログラムがこちらです。対象のセルを選択して、Alt キーと下矢印キーを押します。対象のセルを選択は問題ないと思いますが、こちらのセンドキーズはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、少し解説いたします。センドキーズステートメントは実際にキーボードを押さなくても押した時と同様の信号を送信する命令です。いろいろなキー操作ができますが、今回必要なのはAltキーを押しながら下矢印ですので、このようになります。%がAltキーで、中括弧で囲まれたダウンが下矢印キーです。これで、Altを押しながら下矢印を押した時と同じ操作ができますので、このサブプロシージャーを呼び出すようにします。入力規則とボタンの画像は、先ほどのリンクのものを使います。リンクが残っていると邪魔ですので、リンク設定は削除してください。画像をプルダウンのボタンと同じ位置に持ってきましたら、マクロの登録で今のサブプロシージャーを指定します。これで完成です。他のセルを選択していてもボタンは表示されていますし、ボタンをクリックしても1回でリストが表示されます。いい感じですね。VBA の方ですが、解説用ということで、なるべくわかりやすく記述しました。プロシージャー名などは日本語にしましたが、本格的にプログラミングをする場合は、英数字にしておいた方が良いです。また、このやり方ですと、セルを直接指定していますので、同様のプルダウンが増えたら、関数を増やして、セルの値を変えていかなければなりません。あるいは、オブジェクトから呼び出される部分でセル番地を指定して、セル選択とリストを表示する部分を共通化するなどが必要になります。こちらがマクロとして呼び出される側で、
実際にセル選択とリストの表示はこちらの1箇所です。他にも、オブジェクトのマクロ登録の時に、このようにダブルコーテーションで引数を指定して、全体をシングルコーテーションで囲むことで、直接引数ありのプロシージャーを呼び出す方法もございます。この方法であれば、プロシージャーは一つで済むので便利なのですが、セキュリティでブロックされ、VBA が機能しない可能性があります。とても便利なのですが、トラブルの元になるかもしれませんので、使う場合はお気をつけください。ということで、VBA を使用する方法でした。この VBA の方法で大丈夫です、と言いたいところですが、この方法にも欠点がございます。2つ目のリンクの方法も同様ですが、画面を拡大したりスクショしたりすると、画像と実際のボタンのサイズが異なってしまいます。画像は画面のスケールに合わせて変わりますが、元々のプルダウンのボタンは、スケールが変わっても元の大きさのままです。これに対応する方法はなさそうですので、画面の大きさは変えないという前提でご使用ください。以上、プルダウンのボタンを常に表示しているように見せる方法を3つご紹介いたしました。VBA が使える方であれば3番目の方法が良いと思います。逆に Excel がまだあまり得意でない方は2回クリックするということが気にならなければ2番目のリンクの方法がシンプルで良いと思います。好みもあると思いますのでお好きな方法をお試しくださいね。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。